給食の揚げ餃子。まずニラを睨みます。なんつってニラをみじん切りにします。鼻と喉がやられているんだけど、最後までアフレコ頑張ります。みんな応援してね。給食では機械でみじん切りにしています。包丁で切るとさ、飛び散っちゃうんだよね。キャベツもみじん切りにします。白菜に変えて作っても美味しいです。長ネギもみじん切り。まず斜めに切り込みを入れます。包丁の先端をまな板につけるようにして下まで切らないように気をつけます。上下を返して同じように切り込みを入れます。端から切っていけばみじん切りの完成です。保育園では 4,5 本まとめて切っていました。ボウルにキャベツ、ニラ、長ネギ、塩を入れて揉み込みます。こうして水分を出しておくと野菜のえぐみが和らぐので子供が食べやすくなります。10分ほど置きます。その間に肉種を用意しましょう。豚ひき肉に砂糖、醤油、ごま油、片栗粉を加えて粘りが出るまでよく練ります。片栗粉を入れて肉汁を閉じ込めます。先にひき肉だけ練っておくことで調味料が馴染んで食感が良くなりますよ。塩もみして10分経ったら水分をよく絞って肉種に加えます。手をグーパーしながら全体を混ぜ合わせます。この後皮に包んでいくんですけど、ざっくり等分しておくと後で足りなくなっちゃったってことが防げます。餃子の皮を1枚ずつ取り出します。乾燥しちゃうと包みにくいので後で使う皮を袋に入れておきましょう。皮の中央に具を乗せて軽く横長に整えます。皮の片側の端に水をつけて半分に折りたたんだらしっかり押さえて密着させます。揚げ餃子はひだを作ると隙間が空いて肉汁が漏れやすいので、ひだなしで作る方が失敗しにくいです。焼き餃子より口が開きやすいのでしっかり密着させます。さらに開きにくくするためにフォークで端を押さえてしっかり閉じましょう。押さえるのは片側だけで大丈夫。上級者の方は左の作り方でも OK です。給食ではひだをつけて作る場合もあります。左手で端を密着させて右手の親指と人差し指で手前に寄せてひだを作ります。作ったら右手で密着させていきながら4つくらいひだをつけます。揚げている間に隙間が空きやすいので焼き餃子以上によく端を押さえます。ちなみに給食ではジャンボ餃子というかなり大きめの餃子が出ているんですけど、給食用の特注になるので今回はスーパーで購入できる大判サイズの皮を使っています。なんで給食はジャンボ餃子なのかというと、ジャンボ餃子っていうの難しいの。数が多くて包むのが大変なので効率を考えて普通のものより大きい揚げ餃子になったと言われています。油を160度に温めます。一呼吸置いて箸の先から小さな泡が出たら餃子を入れていきます。高温で揚げると中に火が通る前に皮が上がっちゃうので低温で揚げるのがコツです。時々上下を返しながら5分ほど揚げます。これくらい軽く色がついてきたら油から取り出しましょう。ひだを作った方の出来上がりはこんな感じ。これで給食の揚げ餃子完成です。それでは皆さんご一緒にいただきます。次回はこの動画の ASMR にチャレンジ。